is something new. 아무리 즐기려 해봐도こんにちは、はちかんです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画ではナーワルフレオ X ウルトラの概要と進化したポイント、しばらく使ってみて感じて良かったポイント、そしてここ惜しいなと思った点をご紹介します。突然ですが、皆さんはロボット掃除機を何だと思っていますか？僕はロボット掃除機は時短ツールの一つだと思っています。僕は今単身赴任で一人暮らしをしているのですが、ロボット掃除機とドラム式洗濯機は僕の日常生活において必要不可欠な時短ツールとなっています。僕はナーワルフレオ X ウルトラの先代となるナーワルフレオを約1年使っていまして、毎日とても助かっているのですが、2024年5月にその進化版としてナーワルフレオ X ウルトラが発売開始されました。現在までナーワルフレオ X ウルトラを約1ヶ月ほど使ってみたので、ナーワルフレオシリーズの特徴だったり、ナーワルフレオ X ウルトラの進化ポイントをご紹介していきます。ではまず開封シーンと初期セットアップの様子をご覧ください。はい、まずね、ユーザーマニュアルです。はい、こちらが本体です。よいしょ。はい、こんな感じですね。はい、はい、裏面はこんな感じです。はい、すごく綺麗ですね。で、こちらがね、回転ブラシです。で、電源ケーブルですね。はい、ベースステーション出てきました。まずはね、こちらの蓋を開けます。ベースステーションタッチボタン説明が入ってますね。で、こちらにタンクがね、内蔵されてます。こちらのね、青い方がクリーンウォーターということで綺麗な水を入れるタンクです。で、こちらのね、透明な方がダーティーウォーターということで、モップをね、洗浄した後の排水がね、こちらの方に溜まるようになってます。こちら何か入ってますね。よいしょ。はい、レモン&バジル専用フロアクリーナー、こちらがねタンクの中に入ってます。こちらの水のタンクですね。はい、こんな感じになってます。この辺は先代から変わってないです。はい、でこちらのですね洗剤、これはですねここに入れるようになってます。こここれは掃除機本体にセットするダストボックスですね。でフィルターがね2枚入ってます。で自分で捨てるタイプのダストボックスかどちらかを選んでね取り付けるっていう形になります。こちらがねモップを洗浄するベースのねスタンドになってます。透明の部分と白い部分がね取り外せるようになってます。本体セットアップしていきます。まずはこの裏側のねブラシですね。色とね形がもうその方向にしか入らないようになってますので簡単です。で裏側はねこんな感じでモップがついてます。これね脱着可能です。こんな感じです。はい、これがね回転することでねここのね真ん中の吹き筋がなくなるような感じの設計になってます。あとここのローラーですね、ここも取り外せるようになってます。これでねローラーが分解してメンテナンスがしやすくなってます。はい、でこれ蓋が取れます。使い捨てタイプのダストボックスがついてます。取り外すときはねこれを上に持ち上げると取り外せます。で代わりにこのダストボックスをここにセットするという形も、これで使うこともできます。ゴミを捨てるときはこのプッシュと書いてあるところ、ここを押してパカッと開いてここでゴミが捨てれると。はい、なのでね、初期で入っているタイプは本体にもともとついているものを合わせてね3つついてます。これね結構嬉しいですよね。でこの緩衝材、これをね外しましょう。これでね衝突検知のバンパーが、ね、動くようになります。はい、これでねセットアップ完了です。
れではね、こちらのアプリとね、接続していきたいと思います。ここでね、フレオ X ウルトラを選びます。携帯電話の Bluetooth をオンにして、携帯電話をロボットに近づけてください。ちょっと近づけてみますね。来ましたね。はい、Wi-Fi のパスワード入力画面になりました。はい、やはりね、2.4GHz 帯じゃないと対応しないみたいなので、この設定を行う前にね、2GHz 帯の Wi-Fi に接続し直す必要があります。接続し直しました。はい、これでね、パスワード入れていきます。ネットワーク接続中、しばらくお待ちください。ネットワーク接続しました。はい、設定が終わりました。今バッテリーがね 53% 残ってて充電中です。やっぱりね、ファームウェアが見つかりましたね。はい、更新します。アップデートしています。デバイスを移動させないでください。はい、まず最初にですね、マップを作っていきます。なのでドアをね全て開けて、ロボットをね巡回させて自動的にマップを生成します。マッピング開始。床の障害物を片付けて清掃する部屋のドアを開けてください。自動洗浄を開始します。はい。まずはベッドの下に行きますね。もうすでにこんな感じでね、マップがどんどん作られていってます。早いですね。やっぱね、センサーが優秀なんだと思います。来た。動きが非常にね、滑らかですね。マッピング完了。ベースステーションが所定地に固定されました。開始停止。ボタンを押して清掃を開始します。はい、マップ作成完了しました。それではね、これからしばらく使ってみて、ナーワルフレオ X ウルトラどういう風に進化しているかをね、しっかり見ていきたいなというふうに思います。それでは製品の概要からお伝えしていきます。まずメーカーについてですが、ナーワルというメーカー名を初めて聞いたという方も多いのではないでしょうか。ナーワルは2016年に創立されたメーカーで、ロボット掃除機を専門に研究開発、製造、販売しているテック企業です。世界中の家庭の床をきれいにしたいという思いから研究開発に取り組み、2019年に業界初となるモップ自動洗浄機能付きのロボット掃除機 J1 をリリースし、海外のクラウドファンディングキックスターターで約 1.6 億円もの支援金額を集めた実績を持ちます。そんなナワルがリリースするロボット掃除機は、タイム誌が選ぶ2020年のベスト発明にランクインしたり、先代のナーワルフレオは2022年度のヨーロピアンプロダクトデザインアワードを受賞しています。僕は先代のナーワルフレオを1年ほど使ってきましたが、デザインや製品の作りも良く、掃除の性能にもとても満足していて、変なメーカーではないのでご安心ください。そして今回レビューするナーワルフレオ X ウルトラの製品概要なんですが、普通のロボット掃除機と比べてちょっと変わっているポイントが2つあります。1つ目がモップを使った拭き掃除ができる点と、掃除後のモップの自動洗浄と乾燥機能を搭載している点です。2つ目がスマホを開かずにベースステーションの操作パネルで掃除を始められる点です。これ結構地味に便利なんですよね。まず1つ目のモップによる拭き掃除機能ですが、通常の吸引清掃に加えて本体に取り付けられている2つのモップによって拭き掃除までしてくれます。拭き掃除が不要な時はモップが上に上がるようになっていて、必要な時だけ拭き掃除ができるのも便利です。回転式の2つのモップがロボット後方に取り付けられており、しかもおにぎり型になっているため拭き残しができにくい構造になっています。また1部屋ごとにモップを自動洗浄してくれるので、汚れが他の部屋に移る心配もありません。掃除後はモップの洗浄から乾燥まで自動でやってくれるので、掃除のたびにいちいちモップを取り外して洗う手間もありませんし、生乾きの匂いに悩まされる心配も皆無です。ちなみに専用のレモン&バジルのほんのりいい香りがする洗剤によって床やモップがきれいになるとともに、汚水までいい匂いになります。
ちなみに汚水は3日ぐらい放置するとだんだん良い匂いが失われて排水処理が億劫になるため、いい匂いが楽しめる範囲で都度捨てることをお勧めします。ちなみに僕は掃除のたびに毎回捨てるようにしていて、レモン&バジルの香りを楽しみつつタンクを常に清潔な状態に保つことに成功しています。2つ目の操作パネルについてですが、これも地味に便利です。一般的なロボット掃除機はスマホアプリから操作するのが通常です。中にはロボット本体のボタンを押して掃除をスタートするモデルもありますが、ナーワルフレオ X ウルトラはベースステーション側にタッチパネルを搭載しており、いちいちスマホを開くことなく少ない操作で掃除を始めることができます。もちろん専用アプリによる操作も可能ですし、細かい設定などはアプリで行います。スマホを開かなくても良いので、スマホで動画を見ている時に掃除をスタートしたくなった場合でも動画視聴を中断されるストレスは皆無です。その他のスペックはこのようになっています。先代のナーワルフレオから進化しているポイントがこの辺りになっていますが、それらについて詳しくご紹介します。進化ポイントはこちらの5つです。まず1つ目です。ブラシが進化して髪の毛が絡まりにくくなりました。なぜ絡まりにくくなっているかというと、構造が違うからです。通常のブラシは両側でブラシを支えていますが、ナーワルフレオ X ウルトラのブラシは片方だけでブラシを支える単々式メインブラシを採用しています。スムーズに吸引パイプにゴミを導くことで髪の毛が絡まりにくくなっています。実際に僕も約1ヶ月ほど使っていますが、抜け毛の多い私の部屋で使っても全く髪の毛が絡まっていませんでした。これはペットを飼っているご家庭とかだと嬉しい機能なんではないでしょうか。続いてゴミの収集ボックスが2種類から選べるようになりました。その2種類なんですが、1つは使い捨てのダストボックス、もう1つが再利用可能なダストボックスです。先代では再利用可能なダストボックスのみでしたが、ナーワルフレオ X ウルトラから使い捨てでゴミの中身を見なくて済むタイプのダストボックスにも対応しました。こちらは消耗品となりますが、潔癖の方には嬉しいですよね。さらに再利用可能なダストボックスも進化していまして、ゴミを最大7週間捨てなくても良くなりました。それを実現するための新機能がゴミの圧縮機能です。ダストボックスの中のゴミを片方に圧縮することでスペースを広げ、面倒なゴミ捨ての頻度が下がっています。またゴミを乾燥させることで菌の繁殖を防ぐ機能もあります。これもね、ズボラの僕な性格にはぴったりの機能でした。続いて3つ目です。最大吸引力が8200パスカルとかなり強力になりました。これによってホコリの除去率が向上し、拭き掃除前の下地が美しくなることで拭き掃除もより効果的にできるようになりました。ちなみにロボット掃除機の吸引力の相場をチャット GPT に聞いてみたところ、高価格帯モデルで3000パスカルを超えるモデルがあると答えてくれましたが、その2倍以上の吸引力を誇ります。すごいです。続いて4つ目です。障害物検知性能が進化している点です。先代のナーワルフレオでもそこそこ障害物検知性能は高かったのですが、デスクの足などといった高さが低い障害物なんかは検知が苦手で、フロントのバンパーがぶつかって検知するパターンが多かったです。しかしナーワルフレオ X ウルトラになって低めのデスクの足もしっかり検知してくれるようになり、ぶつかることが激減しました。これを実現しているのがトリプルレーザーセンサーです。本体前面、エッジ部分、上部にそれぞれ高精度のセンサーを搭載しており、周囲の障害物をしっかり認識してくれます。これも正直かなり驚きました。そして5つ目です。モップの乾燥音が静かになりました。これも初めて使った時に驚きました。掃除が終わった後に自動的に洗浄・乾燥してくれるのですが、乾燥する時の送風音が先代と比べてとても静かになっています。めちゃめちゃ静かですね。
これ動いてるというぐらい静かです。設定で静音乾燥と強力乾燥が選べて早く乾燥させることもできます。夜寝る前に掃除をしても気にならないほどの静かさなので、これは結構嬉しいポイントの一つでした。これまで見てきて良いことばかり言ってきましたが、使っていて惜しい点もありましたのでご紹介します。惜しい点がこちらの2つです。まず1つ目なんですが、脱輪しやすい点です。僕の家は 1K なんですが、脱輪ポイントが2箇所ありまして、それが玄関とバルコニーへと向かうサッシの溝部分です。先代もそうだったんですが、ナーワルフレオ X ウルトラになって改善されているかなと思ったら改善されていませんでした。僕の家の玄関は段差が約6センチで、特に変わった点もありません。ですが脱輪します。なので僕は玄関の1段下がった部分は侵入禁止エリアにして対応しました。またサッシは閉めていれば問題ないので、掃除の際は溝に入らない程度までしか窓を開けないようにして掃除をしています。ナーワルフレオ X ウルトラ君はおおむね優等生なんですが、ちょっと間抜けな部分もあるので注意が必要です。2つ目の惜しかった点が、操作パネルがシンプルになって操作のバリエーションが減ったことです。これは先代のナーワルフレオを体験したことがない方はあまり感じないかもしれないのですが、僕は先代のナーワルフレオを愛用していてとても気に入っていたポイントが、本体で掃除モードを選択して掃除を開始できることだったんです。それがナーワルフレオ X ウルトラになってできなくなってしまいました。先代だとベースステーションの操作パネルが液晶画面になっていて、タッチパネルで掃除モードを選んで任意のモードを発動できていました。僕がよく使っていたのが、入浴後髪を乾かした後に洗面所に落ちた髪の毛をきれいにするために洗面所だけを吸引のみで掃除するモードです。先代のナーワルフレオだとこれを自分で設定しておいて液晶画面から呼び出して掃除させることができていました。もちろん部屋全体を掃除させることもできましたし、簡単な設定変更までこの操作パネルのみでできていたのですが、これができなくなってしまったことが残念でした。新しいナーワルフレオ X ウルトラの操作パネルでできる主な操作はこちらです。掃除のスタート、モップの洗浄、ロボットをベースステーションから出す、戻す、フレオモードのオンオフ、この4つです。アプリを使った設定でベースステーションを操作した時のデフォルトの掃除モードを変えることができるので、よく使うモードを設定しておけば楽です。部屋やモードを指定しての個別清掃はアプリから操作可能です。この操作画面はとても便利で、こちらを重視したい場合は先代のナーワルフレオをチョイスする手もあります。いかがだったでしょうか。今回はナーワルフレオ X ウルトラの製品概要と1ヶ月ほど使ってみて感じた感想をお届けしました。モップによる水拭き掃除と掃除後の自動洗浄と乾燥機能が特徴のロボット掃除機で、主にフローリングのお家にお住まいの方にはとてもおすすめのロボット掃除機です。僕も先代のナーワルフレオからずっと使っていますが、面倒な掃除に毎日時間を取られることなく部屋をきれいに維持できているのでとても助かっています。最後にお値段ですが、約16万円ほどします。決して安くないお買い物なので、しっかりご検討の上ご購入いただければと思います。この動画が少しでも検討の際のお役に立てれば幸いです。以上となります。このチャンネルではガジェットを中心に生活を豊かにしてくれるアイテムについて定期的に情報発信していますので、もしよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。